こんばんは、ゆうかです。肌寒い日が増えてきたので、髪色を暗く戻してみました。暑い日があったり、涼しい日があったりするので、寝冷えなどしないように気をつけてお過ごしください。今回は前回作ったこちらのユニコーンガンダムの続きをやっていきたいと思います。肩こりが限界に近いですが、頑張って完成を目指します。それでは本編をご覧ください。前回はこちらのユニコーンガンダムを作って、動画外ではあるんですけれども、朝までかけて武器も作ってあります。同じものが複数あるので、こっちの方が心が折れそうでした。こちらもユニコーンガンダムですが、前回の動画でも触れたように指がとっても取れやすいです。まずはこの指の方を直していきたいと思います。今回は木工用ボンドを使ってみます。長らく使ってなかったのでよく振ります。ちゃんと混ざったら指の付け根の方にボンドをつけます。それから手の方の指の付け根部分にもボンドをつけます。本当は爪楊枝や先の尖った綿棒があるといいと思うんですけれども、手元になかったので私は大雑把にやってしまっています。どちらも薄く塗った後乾かしてはめ込むと厚みが出て外れにくくなるそうです。乾かしたらこんな感じに少し頑丈になった気がします。それでもやっぱりポロポロ落ちちゃうので、あまり動かしすぎない方がいいのかなと思いました。続いてモビルスーツケージを組み立てていきます。これは可動式の整備用デッキになっているようです。それなりに大きさがあるので組み立ては難しくなかったですが、パーツ数が結構あるのでちょっと時間がかかりました。組み立てるとこんな感じです。前回作っておいた台座に乗せてみます。このメインの支柱は好きな場所を選んで立てることができます。乗せてみると前後に動かすことができて、整備デッキも曲げたり伸ばしたりできるようになっています。続いて今回一番大変だったこちらの水転写デカールを貼っていきたいと思います。初挑戦ということですごく楽しみにしていたんですけれども、結論から言うと地獄を見ました。とりあえず説明書に書いてある通りにハサミで切って用意をしておいたぬるま湯につけて貼ろうと思ったんですけれども、取り出すタイミングがわからず、滑らせて貼ってくださいと書いてあるんですけれども、つけすぎたのかシールが水の中で剥がれてしまったので、これを乗せる形になってしまいました。乗せることができたら綿棒等で気泡を抜いてあげるといいそうです。私のやり方がいけないのだと思うのですが、綿棒で気泡を抜こうとしたらシールが動いてしまって逆に気泡が入ってしまうというトラブルに遭いました。これは初心者あるあるでしょうか。記念すべき1枚目のシールはこんな感じに貼れました。この調子で残りのシールも貼って、ハイパーバズーカはこんな感じに貼り終えました。これだけで27分かかってます。先が思いやられる。近くで見るとこんな感じです。貼るのと貼らないのじゃ全然違いますね。同じようにビームマグナムも貼ってこんな感じです。次はこの6つのビームガトリングガンです。この時は気づいてないんですが、
6つとも同じ方向で作ってしまっていました。半々で対になる作りになっていたので、これは後ほど修正をすることになりますが、ここではこのまま進めちゃいました。ここでポロポロとパーツが取れてしまっている箇所があることに気づきます。無知で集中力を切らして思考力も切らしてしまっていた私は何を思ったのか、接着剤を使ってみました。これをするとどうなるかというと、デカールが溶けます。この時は本当に頭が回ってなくって、もうご利用しでもいいから終わらせようとしていたので、このまま進めていますが、私と同じように初心者の方はこんなことにならないように事前に調べてからやった方がいいと思います。こんな感じで貼り終えて、台座の方も貼ってあります。次はこの赤いデカールをシールドに貼っていきます。作り終わってから調べたところによると、マークセッターやマークソフターというものがあるそうで、それを使うことによって水転写デカールの接着を上げることができるそうです。時間を巻き戻せるなら、この時の私に教えてあげたいです。シールドはこんな感じにできました。次はやっと本体の方に貼っていこうと思います。この時は本当にどうかしてたなと思うのが、この画面の中に iPhone の充電ケーブルが入ってしまっているのに全然気づいていないです。こんなことってあるんですね。見返して自分ですごく驚いてます。この日は残っていた夏季休暇を消費して1日かけてデカールを貼ろうと決め込んでいたんですけれども、それにしてもあまりにも個数が多くって、この時点ですでにクタクタです。ふとここで墨入れをしていないことに気づきました。ダークグレーを使って墨を入れていきます。このキットは変形をするので、他のキットに比べたら墨を入れる箇所は少ないんじゃないでしょうか。あまり塗りすぎない程度に留めておきました。デカールに戻ります。剥がれてしまうのは水の温度のせいかと思ったので、保温を心がけてみました。でもあまり関係なかったような気がします。そういえば前回の動画でバナージというところをバジーナと言っていたらしく、それでは全く別の人になってしまうよとご指摘をいただき、すごく恥ずかしかったです。無意識にシャアに惹かれてる私がいるんでしょうか。やっと本体に貼り終えました。いやー、長かったです。武器を装備させてみました。この時点でめちゃくちゃかっこいいです。ユニコーン本体にデカールを貼り出したのが夕方の17時。貼り終えたのはなんと夜中の1時でした。この時点でかなりデカールは剥がれてしまっていますが、初めてなのに頑張ったということで、温かい目で見ていただけると幸いです。それでは前回確認していなかった点灯のチェックをしたいと思います。ちゃんと光ってくれるんでしょうか。ボタンの反応がちょっと鈍いですが、ちゃんとつきました。頭はこんな感じで緑に光りました。ボディの方はどうかというと、もう一回押すことによって赤く光らせることができました。でもなんか頭だけ緑色なんですけど、これは仕様なのかどうなのかわからなかったので、
この後頭を一度解体して中身を確認しました。そもそもユニコーンモードで光らせてもっていう話ではあるんですけど、モビルスーツケージもつけて点灯してみます。頭が緑なのは仕様のようです。配線は間違えてませんでした。この状態で光らせてもすごくかっこいいですね。後ろには武器を収納できる場所があります。ここにもきっと収納できると思います。暗さで画質が悪くてピントも合ってないですが、ぐるっと見てもどっから見てもかっこいいです。配線は大丈夫そうなので、ユニコーンモードからデストロイモードへ変形させていきたいと思います。まずは胸周りです。説明書を見ながらやっているので、ちょっと画面から見切れてしまうところがあるんですが、お許しください。かなり精密にできているので、動かすのも一苦労です。説明書を見ないと元にも戻せなそうです。開くとこんな感じです。次は頭部です。角の部分はこの一つの角と2つに分けられる角がついています。サイドを外してから顔を動かすんですが、これがなかなかうまくいかない。説明書を見てもどこが間違えてるのかよくわかりません。うまく収納できていないようで、頭のてっぺんが締まりません。一度分解して組み立て直したところ、ユニコーンモードの顔がぐっと後ろの方に来るようでした。ここまで後ろに下げるとちゃんと閉じることができました。サイドのパーツも向きを変えてつけて、角も開く角に変えたら完成です。続いて肩と両腕、スカートも同様に広げます。最後に足の変形ですが、足が一番大変でした。動かないからと力任せにやるとすっぽ抜けるので要注意です。まずここを動かして、次にここを動かして、その次にここを開いてというように進んでいくので、なんだか箱根の寄木細工の秘密箱を開けている気分になりました。通常のガンプラでもどうやって設計してるんだろうって思うんですけれども、こうやって変形するキットとかは本当にどうやって考えられてるんだろうって不思議ですよね。頑張って足を変形させたらデストロイモードの出来上がりです。ユニコーンとシールドを台座に固定して点灯してみます。いかがでしょうか。画質が悪くてちょっと申し訳ないんですけれども、すごくかっこよくないですか。ゆっくりとほのかに点灯をしています。シールドも台座にセットすることでこのように光らせることができます。点灯も確認できたので、本当の意味で完成となります。この撮影を終えたのは朝の5時。頑張った方だと思います。というわけで今回はこちらのユニコーンガンダムを作りました。いやー、思ってた以上に時間がかかってしまいました。これが2万円超えのプラモデルのクオリティ。普段だったらお高くて購入できないんですが、皆さんが動画を見てくださるおかげで購入できました。いつもありがとうございます。ユニコーンガンダムは変形するところがかっこよさの一つでもあるとは思うので、今回このキット
変形はするし光るしポージングもいろいろと撮れそうなので、ユニコーンガンダムが好きという方にはおすすめなんじゃないでしょうか。初心者の私でも作れたので、誰でも時間をかければ作れるのだと思います。ただこの台も含めると結構大きいので、飾る場所を確保してから作られた方がいいかもしれません。作ってみて思ったのは、駆け足でやるべきではなかったなというところです。集中力のね限界があるので、時間をかけてゆっくり丁寧に作ってあげたらよかったかなともちょっと反省してます。でも楽しんで作れたのでいい経験になりました。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。